これはリンゴのパンですね。この生地にそば粉が使われている。はい、ちょっとコンクリートみたいな色してません？コンクリートって言ったらお部屋あるけど 30%。そば粉はもちろんこの辺のそば粉で、りんごも近所のりんご屋さんのをなんか少し低温でセミドライみたいにしてます。これも焼けてないですよ。ちょっとね、このオーブン下火が強いんですよ。なのでもうシェフも言ってる。フレッシュの洋梨の、そのまま乗せちゃうと水分がすごいんですよ。だからこれも低温のオーブンで焼いてから乗せる。
大体金。なんでこれなんですか？2種類使ってるんですよ。どうして？どうしてヒントは素材。あ、7個のせないのにね、変なのせてました。これ何に見える？ボジョレ。ボジョレ・ヌーボー。はい。100% 入ってるからやっぱこういう色になっちゃうんですよね。くるみとサラミ。匂いは残るんでちゃんと入れればそう。少ししか入れないような人はダメ。全部 100% 入れないと香りは残らない。これは冷蔵庫で作った生地なんです昨日。だからまあうちちょっと焼き方とかがよそと違うんですけど、まあビーンヤマンにいろんなやり方ある。まだ焼けてないです。これでそば粉ですね。あ、これがそば粉。こうやってやってるとリンゴも水分出てこないし、もうちょっと焼いた方がね、そば粉のこれなんていう名前ですか？サラザン、そば粉サラザンというとフランス語で、あとノワールファリーヌ、黒い粉、大体どっちか。これは木の板か。温度の問題ですよね。アルミは冷やせばすぐ冷えるからそのまま。火はあんまり変化に関係ないじゃないですか。そういうことです。まああとは使い分けの問題ですよ。マロングラッセを砕いたもの。こういうのは普通にほら前使ってたとか、違うお店で働いてたとかでしょ。ごまが入ります。
これはライ麦から起こしたルバンリキッドってやつですね。自家製酵母種。これはちなみに何作ってるんですか？あ、種継ぎです。新しい粉と新しい水と新しい空気を混ぜ込む。この辺まで膨らみます。ちゃんといい状態なの。弱いと膨らまないし、いい状態だったら膨らんだ後ポトッと落ちるんで、そこを落ちたら返します。あ、辛いやつです。はい。言うんであれば、当たり前を当たり前にやる、それだけです。こう、なんもない。まあ、できればいい材料を使うのはもちろんなんですけど、材料というよりも発酵、発酵というそのプロセスの方のが結構重要なんじゃないかな。あとシンプル、極論から言ったらいかにシンプルなものでシンプルな工程で作るのが一番難しいなと思って、それなのかなって。だからレシピとかすごい簡単ですよ、うち。その代わりそれなりのいいものを使って、あと発酵、やっぱりいい材料を使ったら発酵悪いとやっぱ美味しくないですし、ただイメージがあるじゃないですか。こういうパン作りたいって言った時にこっから逆算こうバックしてくるんですよ。スタートこねるとこからじゃなくてこっからバックしてくるんです。いや、やっぱレシピはシンプルな方のはみんな覚えやすいし残るじゃないですか、きっと。いっぱい折れちゃう。これバゲット生地です。これはまた違うフランス産小麦粉なんですけど、トラディションフランセーズって。あとは調節ですね。生地が弱いときはここでちょっと強く、生地が強いときはもうこのまま。くるみ、あとピスタチオとサラミで、ここで追いサラミ、贅沢に追いサラミを。細かいと辛くなっちゃうんですよ。
降らせる。これからの時代、誰でも直線力できるようにしなくちゃいけないから、そう考えたときに、やっぱこういうやり方、粉つけて、綿棒でガスを抜いてください。これは誰でもって言っちゃ語弊があるかもしれない。できるじゃないですか。で、こうやってやって、こういう成形でやると結構誰でもすぐできるようになるんですよ。そういろいろ考えてあげて、バゲットはフランス産小麦のバゲットって結構劣化しやすいんですよ。だからギリギリにオープンギリギリに焼くようにして、これチーズ美味しいですよ。まあカシスソース、違う、コンフィチュールですね。パン作りで一番大事なとこは、まあ、時間を守る。時間を守るというか、ちゃんと起きる。要はほら、我々やなくて彼らに合わせなくちゃいけないじゃないですか。だから気を使えないと無理です。ほら、あら。中にもライ麦入ってるんで、ちょっとね、ワイン入ってるから気をつけないと結構色黒くなっちゃうんですよ。苦くはないんですけど、軽くね。
個だけ違うやつ、あと一番下に成形して。葉っぱにするわけじゃないの。これで終わり。熱いですか？ちょっとね、下色ついちゃう。黒いのは美味しくないね。アホやと思われる。もうちょっと。結構下色ついちゃうんですよ。あと3分。はい、出ました棒状で。ね、いいね。わあ、すげえね。うまいとしてもいいけど。こういう感じですね。いかも、わかんない。お汁もろかもみたいな。もう一回来るかもね。もう一回来るかもみたいな。紐取れちゃったやつ。まあ2時間ぐらい休ませてから食べた方が美味しいからね。ほら、この匂い伝わるかな。
大変下の段がじゃあ下の段がはいあれですねはい紐いいか、紐取っちゃいましょう。一緒に働いてた先輩が不住シェフ出身の人だったんですよ。パティスリードシェフ不住、でそのご縁で要は不住シェフのところで研修させてもらったんですね。その時に初めてビエノワズリンっていうのを知ったんですよ。パンオレザンとか例えば言ったらクロワッサンとかもそうですけどクイニーアマンとかそこでそれを知ってこれは何だと、めっちゃうまいじゃないかと思って田舎者の俺はそれを知らなかったわけですよ。でそうじゃあパン屋そっからですね。パン屋は独立は何なんだろう。独立はどっかで働き続けるって選択肢がそもそもなかったって感じです、ないからそれを選ばなかった、それ終わったら普通の赤ワインでもまあ作ってるんですけど、それはドライフルーツ。レシピも大切ですけど工程、まあもちろん材料品を使ったのはいいんでしょうけど工程、発酵、熟成って言ってもチーズみたいに長くはならないですからね。チーズだと確か熟成って言えるの2週間以上だったと思うんですよ、じゃあパン2週間以上なんてならないじゃないですか。じゃあ熟成って言えないのかっていうとそうでもそんなことはないですが、パンにはパンの熟成があるので水和が結構いやでも結論発酵ですよ、これはモルト入れます。面白いのが自家製酵母種ライム上から落としたやつですね。まあ要は手で混ぜるんで全てを溶かす。まああと塩も溶かして。ボールのはこうやって回せるからやりやすいと思うんですけどね。忘れちゃった。で今日は焼けないんですよ。実際には明日18度の低温で発酵を取ってその方が良かったりすることもあるんですね。もちろんでも美味しいですよ。でまあ私はねこの量の場合これにしかりすると上と下をひっくり返す意味で